3年連続組織部門ナンバーワンの脅威、ランサムウェア。おはようございます。マサルです。今回はランサムウェアについて一緒に勉強していきます。早速今回の問題にチャレンジしてください。 IT パスポート平成31年春問い94、ランサムウェアの説明として適切なものはどれか。あ、PC 内のファイルを暗号化して使用不能にし、複合するためのキーと引き換えに金品を要求するソフトウェア。い、キーボードの入力を不正に記録するソフトウェア。う、システムログを改ざんすることによって自らを発見されにくくするソフトウェア。え、自ら感染を広げる機能を持ち、ネットワークを経由して蔓延していくソフトウェア。どれが正解でしょうか。ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてください。それでは正解の発表です。正解はあ、PC 内のファイルを暗号化して使用不能にし、複合するためのキーと引き換えに金品を要求するソフトウェア。これがランサムウェアの説明です。それでは解説をしていきます。ランサムウェアとは PC 内のファイルを暗号化して使用不能にし、複合するためのキーを引き換えに金品を要求する身代金要求型のマルウェアです。ランサムウェアのランサムには身代金という意味があります。この画面のようにランサムウェアに感染すると PC が利用できない状態になり、制限時間が表示され、利用できるようにするための指示が表示されます。詳しい解説を始める前に皆さんに大切なことをお伝えしたいと思います。この動画を見てくださっている皆さん、おめでとうございます。ランサムウェアは試験に出題される可能性がかなり高いです。どうして出題される可能性が高いのかというと、こちらをご覧ください。こちらは IPA が毎年公開している情報セキュリティ重大脅威という資料の抜粋です。この資料はその年に発生した社会的に影響が大きかった情報セキュリティにおける事案を選出したものです。2021年から2023年まで、組織部門では3年連続1位がランサムウェアによる被害です。それほどまでに近年ランサムウェアは深刻な問題になっています。IT パスポートという資格は IPA が実施している試験です。そしてこの情報セキュリティ重大脅威も IPA が公開している情報です。近年脅威を振るっているランサムウェアについては必ず覚えておきたい IT の基礎知識にあたります。ランサムウェアをしっかり勉強して試験で得点できるようにしておきましょう。それではここからランサムウェアについてお話をしていきます。試験対策としては PC 内のファイルを暗号化して使用不能にし、複合するためのキーと引き換えに金品を要求するソフトウェア。ここまで覚えておけば得点することができると思いますが、せっかく勉強するのでもうちょっと深くランサムウェアについて学んでみましょう。まずランサムウェアによる攻撃について見ていきます。こちらは政府広報オンラインの図を引用しています。ランサムウェアは従来型の攻撃と新たな攻撃があります。従来型の攻撃の一例を見てみましょう。従来型では攻撃者が不特定多数に対して悪意のあるメールを送ったり、悪意のあるウェブページを用意してユーザーをランサムウェアに感染させます。その結果、ランサムウェアは暗号鍵を使って PC 内のファイルを暗号化します。暗号化した後、暗号化に利用した暗号鍵は C&C サーバーと呼ばれる攻撃者が用意したサーバーに送られます。ユーザーは暗号化に利用した暗号鍵がないと PC 内のファイルを見ることができなくなります。攻撃者は暗号鍵の情報が欲しければ身代金を払いなさいと脅迫します。これが従来型のランサムウェアの攻撃です。続いて新たなランサムウェアの攻撃の場合を見ていきましょう。新たなランサムウェアの攻撃は標的からまずは違います。不特定多数ではなく特定の企業や団体のネットワークを攻撃します。ネットワークを攻撃するというのはネットワーク機器の脆弱性といわれるバグのような弱点を狙って攻撃をすることです。通常であれば外部からの通信が勝手にネットワークの内側に入ってこないようにネットワーク機器は防御をしているのですが、ネットワーク機器も人が作ったものである以上、何かしらのバグや不備といった脆弱性があります。そのような脆弱性を狙って攻撃者は無理やりネットワークの中に侵入して
ネットワーク内の端末やサーバーを攻撃して暗号化してしまいます。従来型と新たなランサムウェアの違いは、攻撃手法が主にメールだったものからネットワーク機器の弱点を狙ったものに変わったり、攻撃対象が PC だったものが PC だけではなくサーバーなども狙われるようになっていることです。新たな攻撃の場合は、ユーザーが怪しいメールを開かないなどの注意をしていたとしても、無理やり感染してしまう場合があるので、より深刻な攻撃だと言えます。次はランサムウェアの四重脅迫という話を紹介したいと思います。最近のランサムウェアは4つの脅迫をしてくると言われています。まずはデータの暗号化。こちらは分かりやすいですよね。データを勝手に暗号化して使えない状態にして使えるようにしたければお金を払えという脅迫です。次の脅迫は情報の暴露。ランサムウェアは単に情報を暗号化して使えなくするだけではなくて、暗号化をする前に機密情報を盗むものもあります。盗んだ情報を暴露してほしくなければお金を払えというのが情報の暴露です。次は DOS 攻撃の脅迫。ランサムウェアだけではなく DOS 攻撃をするぞという脅迫です。DOS 攻撃については過去動画で詳しく解説しているので、そちらを参考にしてください。簡単に言うと、大量のデータを送りつける攻撃が DOS 攻撃です。ランサムウェアとは別の方法で攻撃されたくなければお金を払えということですね。最後は被害者の顧客や利害関係者への連絡。こちらは利害関係者にあなたがランサムウェアに感染していることを言っちゃうよという脅迫です。もしランサムウェアに感染して顧客情報が流出したとなれば、社会的信頼がなくなってしまいます。このようにランサムウェアは様々な脅迫を行います。ではランサムウェアに感染した場合にどのような対応をすればよいのか勉強していきます。まず大前提として、ランサムウェアに感染しないようにセキュリティ対策を行うことが大切です。例えば適切にデータのバックアップを行うことです。データのバックアップができていれば、ランサムウェアによって暗号化されたとしても、バックアップしているデータを使えば業務を続けることができます。とはいえ、どんなに注意したとしても攻撃の被害に遭ってしまう可能性を完全にゼロにすることはできません。では、感染してしまった場合、身代金は支払った方が良いのでしょうか。基本的な対策として身代金の支払いは推奨されていません。なぜなら、もし身代金を支払ったとしてもデータが復旧するとは限りませんし、流出したデータを攻撃者が本当に悪用しないとは限りません。なので最初にやるべきことは専門家に相談することです。例えばサイバー犯罪相談窓口、こちらから相談をすることができます。あとはノーモアランサムというサイトを見てみることもおすすめです。こちらのサイトではランサムウェアによって暗号化された情報を元の状態に戻すツールを公開しています。もちろんランサムウェアは大量の種類があるので、こちらのサイトで全てのランサムウェアに対応しているわけではないんですが、こちらのサイトは確認してみる価値が十分にあります。ではエピソードの最後に、ランサムウェアに感染して身代金を支払うとどうなるのかという話をしていきたいと思います。日本では基本的にランサムウェアの支払いには応じないという方針ですが、実は世界で見てみるとランサムウェアの要求に応じて身代金を支払うことは多いというデータがあります。あるデータによると2019年には世界平均で 76% が身代金を支払ったというデータがあります。思ったよりも高い数値ですよね。2022年には 41% まで下がっているので、支払いに応じることは少なくなっているものの、日本と比較すると高い水準で世界の国々はランサムウェアからの支払いに応じています。その理由は身代金を支払った場合のデータ復旧率にあります。ちなみに皆さんはもし身代金を支払ったら何%の可能性でデータを元の状態に復旧することができると思いますか？なんと 90% 以上の場合がデータを復旧することができているそうです。意外に攻撃者しっかり対応してくれるんですよね。ただし気をつけなければならないのは、何度も支払いを要求してくる場合があることです。あるデータによると、アメリカで身代金を支払った組織 76% は初回の支払いでデータが使えるようになったんですが、日本の組織の場合は初回の支払いでデータが復旧したのは
わずか 45% だったそうです。55% は再び身代金の要求を受けたそうです。日本を狙った高額者の方が少し意地が悪いですよね。企業は身代金を支払うときに追加の身代金を支払う可能性も考慮する必要があります。それではここまで勉強した内容を使って練習問題にチャレンジしてください。 IT パスポート令和4年問い56、ランサムウェアによる損害を受けてしまった場合を想定して、その損害を軽減するための対策例として適切なものはどれか。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はあ、PC 内の重要なファイルは PC から取り外し可能な外部記録装置に定期的にバックアップしておく。こちらが正解です。ちなみに取り外し可能な外部記録装置、ここがポイントです。ランサムウェアはネットワークを使って感染範囲を広げる動きもします。バックアップする記録装置がネットワークにつながっている場合、その記録装置もランサムウェアによって暗号化されてしまう可能性があります。バックアップした外部記録装置は取り外しをしてネットワーク経由でランサムウェアに感染しないように対策する必要があります。それでは最後に復習です。 IT パスポート平成31年春問い94、ランサムウェアの説明として適切なものはどれか。正解選択肢はあ、 PC 内のファイルを暗号化して使用不能にし複合するためのキーと引き換えに金品を要求するソフトウェア。こちらがランサムウェアの説明です。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。い、キーボードの入力を不正に記録するソフトウェア。こちらはキーロガーの説明です。キーロガーについては過去動画シャープ3スパイウェアで説明しているので、気になる方は見てみてください。う、システムログを改ざんすることによって自らを発見されにくくするソフトウェア。こちらはルートキットの説明です。こちらも同じく過去動画シャープ3スパイウェアで説明しています。最後は自ら感染を広げる機能を持ちネットワークを経由して蔓延していくソフトウェア。こちらはワームの説明です。ランサムウェアはワームの側面を持つものが多く、ネットワークを経由して感染範囲を広げていきます。しかし今回の問題はランサムウェアの説明として適切なものなので、あが最もふさわしい選択肢だと言えます。最後の最後に余談ですが、サイバー保険に入っている企業はランサムウェアに狙われやすいそうです。なぜならサイバー保険に入っている企業は保険を使って身代金を支払うことができます。攻撃者からすると身代金を支払ってくれる可能性が高い企業なので、サイバー保険に入っている企業を狙いたくなります。サイバー保険の加入有無さえ迂闊に情報公開をすることはできないのかもしれません。怖い世の中ですよね。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるような動画を頑張って作っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。